ちょうどいいところに。今暇ですか？なら一つ頼まれてもらえないでしょうか。これから軍備と税についての取りまとめを行うので、おぼろ姉様を呼んできてほしいのです。本来なら私たちだけでやるべきなのですが、まだ経験も少ないので助言をいただきたいのです。国と民を守るために失敗はしたくありませんから。はい、おそらくお部屋にいらっしゃると思います。お願いしますね。ありません。何もないのです。何もないから私はありがとうございます、旦那様。ごめんなさい、つい骨が。だって鬼と戦う決意があるのなら健介様の嫁になれると。だから私にもご迷惑でしょうか。よかったです。申し訳ありません、旦那様。旦那様って私取り乱しました。申し訳ありません。それはお笑いになりませんか？実はですね、寂しくて。もうじき健介様はお帰りになる。そうすればしばらくお会いできなくなるでしょう。だからせめてこちらにいらっしゃる間は少しでも一緒に過ごせたらと、そう思っていたのですが、私は家の建て直しに忙しく、健介様もお忙しそうで、膨らむばかりの胸の思いに耐えきれず、気がつけば涙が。健介さん、旦那様ならそうおっしゃっていただけると思っていました。でも私のわがままでお忙しい中時間を作っていただくのもなんだか申し訳なく。でははい、作ります。喜んで作らせていただきます。わかりました。すぐに向かいます。それで
仕事が終わったら。もちろんです。そんなご褒美だなんて。旦那様がいらっしゃるというだけで私には何よりのご褒美なのに。はい、それでは行ってまいります。お帰りなさいませ、旦那様。すべて済ませてまいりました。少しでも早く旦那様の元へと戻りたかったので。はい、お供させていただきます。はあ、はい、私のために用意してくださった。それだけで十分すぎるほどです。ああやって一緒に料理することも私にとってはご褒美のうちですよ。嬉しいと言ってもらえて私も嬉しいです。そうですね。何事もなければ夜には戻ると思います。そうですね。はい。いえ、ごめんなさい。私が勝手に。そんな、旦那様が謝ることなんて何も。旦那様。もちろんです。それは。あっ。
願ってもないことです、旦那様。でももしお許しいただけるのなら、私にもできることをさせてください。